どうも。今回は三股町にある牛の峠に登ってきました。標高918メートル、九州百名山でワニ塚山地の南西部に位置する山です。峠って名前ですが、ちゃんとした山ですのでご安心ください。山中には歴史的な逸話が残っていたり、宮崎県の未来を作るようなプロジェクトが進行していたりして、何かと重要な場所になっていってますね。というわけで今回は登山を通して牛の峠の歴史、現在、未来がわかるような内容でお届けしたいなと思っております。よろしければ最後までお付き合いください。ではアクセスからですね、見ていきましょう。最寄りのランドマークは水戸市神社ですね。この黄色いラインが目的地への道で、水色のラインが高畑川になります。この高畑川ですが、目的地まで並走する形になります。これが Google マップでの表示になりますが、ここで道が途切れてますね。実際はこの先も道が続いていて、その先が目的地になっています。Google マップを使う場合は、この途切れてる道あたりを目的地にすれば、あとは一本道なので分かりやすいかと思います。では目的地へと向かいます。道幅が狭いので気をつけてください。で、こんな感じの道になってきますね。これは工事現場の拠点ですね。トイレもありますが、使っていいかは不明です。道はこんな感じなので、車高が低い車はご注意くださいね。邪魔にならなそうな場所に駐車します。広い場所があったので、ここにしました。ではコースについて説明します。シンプルにピストンですけど、この地図を見てわかる通り、駐車スペースから登山口までが長いんですよ。ちょっと色で分けてみますけど、登山口までが約 2.9 キロ、登山口から山頂までが約 1.4 キロなので、登山口までが全行程の7割近くを占めています。コース定数は17、距離は 8.5 キロですね。牛の峠に登ったことがある方は、あれと思ったかもしれませんが、その通りで、以前の駐車スペースはここだったんですね。今回の駐車スペースは以前に比べて 1.8 キロも近くなってるんですよ。これは後で詳しく説明しますが、牛の峠バイパスの工事によって車で行ける場所がどんどん伸びてるからなんですね。なので、スタート地点は工事の進捗とともに変わってくると思います。平日は作業しているかもしれないので、週末にお出かけするのがいいかと思います。では見ていきましょう。6月下旬、登山開始です。こんな感じで立ち入り禁止区域があったりするので、しっかり守ってください。実は去年、2024年の3月にですね、工事が始まる前ですけど、一度来たことがあるんですよ。その時は水流とか落石で登山道がめちゃくちゃだったんですね。道の真ん中に水路ができてるわ、道が陥没してるわで、そういった場所も修繕されて、やっぱり職人はすごいですね。落ち葉とかで分かりにくいかもしれませんが、地面は舗装路になってるんですね。この辺も植物が侵食しているけど、舗装路ですね。ここにカーブミラーの残骸も立ってますね。これは牛の峠バイパスの工事が1998年にストップして、作りかけの道路が廃墟になってるんですね。そして2025年に工事が再開されたと、そういうわけですね。でもこの映像を見てると、廃墟と化した道路と木漏れ日が絶妙な光景を作り出してると思うんですよね。工事が進むことはいいことなんですけど、この光景は今しか見られないっていうのも、この山に今登る理由になるかと思います。ではここで登山とはあんまり関係ないかもしれませんが、国道222号牛の峠バイパスについて簡単に説明させてもらいますね。これが今回登ってる牛の峠ですね。で、このピンクのラインが現在の国道222号です。都城市と日南市をつなぐ形になっていますが、この山間部分は道幅が狭くて大型車がすれ違うのが大変だったみたいです。それに倒木や落石、冬場の路面凍結なんかもあって通行止めになることもあったそうですね。そこで牛の峠バイパス工事の再開というわけですね。まあこんなに直線ではないでしょうけど、こんな感じでバイパス開通を目指しているとのことですね。
日南市にある油津港へのアクセスも良くて、輸送の面においてもかなりの改善が期待されるというわけですね。今は南海トラフや大地震とかね、そういった大規模災害時における緊急輸送ルートとしての重要性、地域経済の活性化や観光の面でも活躍が期待されるとのことです。完成は当然未定ですけど、トンネル掘ったりもすると思うので10年くらいかかるかもしれないですね。未来の宮崎が良くなる事業だと思うので、関係者の皆さんには頑張ってもらいたいですね。なので登山のために作業を妨害するような真似は絶対しちゃダメですね。ここは土砂崩れで登山道が陥没していますね。ロープで登ります。こういう配慮もありがたいですね。で、登った先に丸太のベンチがちょこんとあるんですね。これは前来た時はなかったんですけど、こういったベンチも自然にできるわけではないですからね。この山を整備されている方の山プレポートを読んだことがあるんですけど、本当に素晴らしい活動をされていると思いますね。安全に登山を楽しむことができるのもこういった方の努力のおかげであることを忘れちゃダメですね。それにしてもハムシが鬱陶しいですね。川に沿って進む形になるのでね。この時期の水辺はハムシの天国ですからね。このハムシってやつは何がしたいんでしょうかね。血を吸うわけでもないのに顔の周りをブン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 ね。虫除けスプレーはしてるんですけれども、全然効果はなかったですね。まあ商品にもよるとは思うんですけど、あまりにも鬱陶しいのでハムシが何をしたいのか調べてみました。そもそもハムシってのは小さくて羽がある虫の総称らしいですね。蚊とかコバエもハムシに含まれるらしいです。で、自分が言ってるハムシってのはユスリカっていう虫のことらしいですね。イラストですけど、こいつですね。見た目は蚊っぽいけどハエの仲間らしいです。こいつは血を吸ったりはしないんですけど、付きまとってくるんですよね。なんで付きまとってくるのかっていうと、高い場所が好きらしいんですね。蚊柱っていう大きな群れを作る習性があるらしいですね。あれはメスを呼び寄せるためにオスが集まって形成しているらしいですね。その蚊柱を作る目印となるのが高い場所で、人間くらいの高さがちょうどいいらしいです。さっきから自分は手で追い払ってますけど、これはあんまり意味がないらしくて、電柱とか標識、こういった場所だと少し高い木とかですかね。そういった自分よりも高いものの近くでしゃがんでから蚊柱がそっちに移るのを待つのが得策らしいです。これからの季節にユスリカにつきまとわれたら試してみてくださいね。ただこのユスリカの幼虫は水中の有機物を分解するらしくて、生態系においては重要な役割を担っているらしいです。まあユスリカはデメリットにしか見えませんが、そういったメリットもあると思えば少しは許せるかもしれないですね。強烈な一撃をお見舞いしたところでガードレールですね。こういったものを見ると、ここが道路の廃墟なんだなと再認識できますね。だいぶ標高も上がってきて、左手には小川ですね。山に入るまでが長い山高ですけど、退屈な道のりではなかったですね。そしてスタートしてから約1時間、登山口に到着しました。標識がちゃんとあって階段もありますね。登山口だと分かりやすい感じにしてくれてますね。では山の中に入っていきます。踏み跡もしっかりありますし、目印のテープもあるので最後まで迷う感じはなかったですね。山中ではユスリカもつきまとわなくなったし、整備されたのが最近ということもあって倒木もなく快適な登山を楽しめましたね。こういった整備をしてくれる方はもっと評価されるべきだと思いますね。ヤマップとかで活動を報告される方には感謝を伝えることもできるんですけど、人知れずこういった活動をしている方も多いと思うのでね。まあ感謝されたくてやってるのではないかもしれませんが、整備の報告をすることでその山に足を運ぶ方もいるかと思いますし、感謝を伝えたい人もね、その意思を示せると思うので、いろんな意味でこういった方々の活動が広まればいいなと思います。これが今回の断面図。登山口がここですね。スタート地点からここまで緩やかに登ってきて、山に入ってから傾斜が一気にきつくなるといった感じですね。
まあ山に入ってからは距離もそこまで長くはないので、ゆったりとね、山歩きを楽しめるかと思います。まあ山の雰囲気自体は前回の釈迦ヶ岳と似ていますが、釈迦ヶ岳の方はロープを登ったりするのでアスレチック感はあったんですけど、牛の峠はそういうのはありませんでしたね。どちらも気持ちのいい山歩きができるという点は似ていますね。山に入って1時間弱くらいですかね。牛の峠論書跡に到着です。この牛の峠は江戸時代に藩の境界をめぐって薩摩藩と帯藩が激しく争った場所でもあるんですね。標高が高い山なので戦略的に重要な場所だったと思うし、木材などの森林資源も豊富ということで、この2藩の争いは48年間も続いたとのことです。時には薩摩藩の家老による武力威嚇もあったと記録にあるので、非公式な武力衝突もあったんじゃないかと思いますね。最終的には幕府の審議によってこの石柱にもあるように、これより東帯領との裁定が下ったというわけですね。この牛の峠をめぐって争った都城島津領の薩摩藩と現在の日南市あたりの帯藩がバイパスでつながるっていうのも、このいがみ合っていた歴史からすると感慨深いものがありますね。山頂まで6分、ラストスパート。山頂付近、ここは唯一の展望所ですね。三股町と都城市の街並みを眺めることができます。撮影のテクニック不足で伝わりにくいんですけれども、かなり遠くまで見通せましたね。かなりいい景色です。この前来た時はこんな感じでね、あんまりよく見えなかったんですけど、この木を展望所のために切ってくれたんですね。嬉しい配慮ですね。切った木はこのベンチになったんでしょうかね。山頂は眺望がないので、ここでランチしたりするのがいいかと思います。そしてようやくですね、牛の峠山頂に到着です。スタートしてから2時間強くらいですかね。ここにも丸太のベンチ、この石柱は転足点ですね。後で簡単に説明します。で、アジサイに囲まれた看板がありますね。山頂を見回してみましょう。全く眺望はありませんね。これは三角点でも一等三角点ですね。で、これが転足点。全国に48カ所、九州には7カ所ありますね。で、何をするものかというと、天文測量をするもので、星の位置から経度と緯度を測定するみたいなやつらしいです。1958年に設置された貴重な測量遺産ですね。先ほど三角点が一等三角点だと紹介しましたが、三角点っていうのはそもそも地図や土地の測量に重要な役割を果たすらしいんですけど、この一等三角点になると最も高精度な測量に用いられる基準点になるそうです。なのでこの牛の峠には転足点と一等三角点が同じ場所に設置されていて、日本の正確な地図を作ったり位置情報の測量を行うのに重要な役割を担っていた場所っていうことになるんですね。こういった過去の測量設備の上に今の高度なテクノロジーが成り立っていると考えればありがたい気持ちに浸れましたね。そんな気持ちになったところで下山しました。タイムは3時間53分。過去、現在、未来という視点でね、多少強引かもしれませんが牛の峠をご紹介させていただきました。これから長い年月をかけて牛の峠バイパスが作られていくと思いますが、登山者としてしっかりとマナーを守り、現場のルールに従って牛の峠を満喫していただけたらと思います。動画の感想やご意見などコメントをいただけたらありがたいです。ちょっと夏の間は登山を減らすかもしれませんが、山のリクエストもお待ちしております。あと気が向いたらでいいのでチャンネル登録もお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。